はい、今日は夏バテ予防の梅ジュースの作り方、伝授していきます。今回のレシピはですね、僕が八百屋さんで働いていた時に実際にお客さんに、教えていたレシピになります。絶対に失敗しないレシピになっておりますんで、このレシピ参考にしてぜひとも梅ジュース、梅シロップですね、作ってもらえたらいいかなと思います。今回用意する材料はですね、青梅 1kg になります。青梅選ぶときはですね、読んで字のごとく緑色の濃いものを選んでください。中にはですね、黄色くなってるものも赤くなってたりですね、ちょっと熟してるものが混じってるものがあるんですが、そういったものはですね、収穫してから日が経ったり、店先に並んでから日が経ったりしているものなので、なるべくそういったものは避けてですね、緑の濃いもの、緑の深いものを選んでもらえたらいいかなと思います。サイズに関しては、大きくなくてもいいかなと思います。梅干しみたいに果肉を食べるわけではなく、エキスを抽出するので、果肉の大きさは関係ないんで、安ければ安いほどいいかなと思いますんで、適度な大きさのものを選んでもらえればいいかなと思います。青梅 1kg に対して、氷砂糖も 1kg 用意してください。1対1で、つけていきます。それからですね、大事な、瓶ですね。瓶の大きさいろいろ売ってますが、1キロをつけるにはですね、4リッター必要になります。余裕を持って4リッターの瓶を用意してください。で、瓶をですね、煮沸してもいいんですが、お湯で、煮沸するとですね、瓶が割れちゃう恐れがありますんで、焼酎でですね、アルコール殺菌を僕は勧めています。このちっちゃい焼酎売ってますんで、こちらをですね用意してもらって、こいつをですねキッチンペーパーとかに湿らせて、瓶の内側を拭いてもらえれば、それで消毒になりますんで、それが一番手軽かなと思います。焼酎の方20度と25度2種類売ってますんで、25度のアルコールの度数の高い方を選んでもらいたいと思います。それでは早速この材料で作っていきます。はい、まず梅の方ですね、軽く水洗いしていきます。木から収穫したそのまんまの状態で、運ばれてきますんで、泥の汚れだとかね、いろいろついてますんで、軽く水洗いをしてやって、水をよく切っていきます。はい、水洗いして水気を切ったらですね、さらに1個ずつキッチンペーパーとかでよく水分をですね、拭き取ってください。これ拭き取りながら、このヘタの部分ですね、ここに小さなヘタがあって、取れるんで、竹串とかでですね、これピッと取ってもらえると簡単にこれ取れますんで、1個ずつ丁寧にですねこれ取ってあげてください。ヘタ取らないと苦味の原因になったりとかしますんで、必ずこの作業をやっていってください。1個ずつやるの結構めんどくさいかなと思うんですが、15分もかからずに全部できるかなって、1キロぐらいだったらね、思いますんで、ちょっと丁寧にやってもらえたらいいかなと思います。あと、他のレシピ検索するとですね、水につけて黄色く熟させる、アクを抜くとかって、書いてあるレシピあるんですけれども、梅ジュースとか梅酒の場合は、熟させると苦味が出てきちゃいますんで、この緑色の深い緑色のまま、新鮮な状態のまま作ることがですね、ポイントになります。熟させる場合は梅干し作る時なんですね。梅干し作る時は果肉を食べるので、果肉柔らかくアクを抜いてですね、黄色く熟させたものを使っていくのが、ポイントになるんですが、梅酒とか梅ジュース、梅シロップを作る場合ですねにはですね、もう黄色く熟させちゃうとですね、今度果肉が、柔らかくなって、つけてる段階でですね、果肉がちょっと崩れてきたりだとか、あと本当に苦味が出てきちゃいますんで、水でつけて、作るっていうちょっとサイトあるんですけれども、緑色のまんま新鮮な状態ですぐ使ってもらいたいと思います。と喋りながらやってると早く終わるかなと思ったんですが、あと3分の2ぐらいあります。ちょっと頑張って、水拭きながら、ヘタを取っていきます。はい、水気を拭き取って、ヘタを取った青梅をですね、袋とかに入れて、一
一晩、1日ですね、冷凍をさせていきます。冷凍させるのは結構基本的なレシピかなって思います。しっかりと冷凍させたいんで、丸1日ぐらい冷凍させるといいかなって思います。冷凍することによって細胞が壊れてですね、エキスが出やすくなるというのが理由になります。で、エキスが出やすくなった方がいいという理由でですね、身にフォーク等で穴を開けるっていうレシピもちらほら見受けられるんですが、穴を開けちゃうとですね、エキス逆に出づらくなります。エキスが出る仕組みはですね、外側の糖分と内側のエキスのところの浸透圧の差でエキスがどんどん砂糖の濃い方にですね、流れていくっていう仕組みになるんですけれども、その出口がいっぱいあるとエキス、浸透圧がかかりづらくてエキスが出づらくなっちゃいますんで、もう傷のないものを使ってもらった方が絶対エキスがしっかりと出ます。なのでですね、もう何もせずに、ただヘタ取っただけの青梅を使ってください。はい、じゃあこれ冷凍させていきます。はい、では梅の方ですね、一晩凍らせましたんで、これから瓶の方に詰めていきたいと思います。瓶の方にですね、先に氷砂糖を薄く入れて敷いてやります。氷砂糖と凍った梅ですね、これを層になるように交互に詰めていきます。はい、これでぴったりと蓋をして、氷砂糖が完全に溶ければ完成になります。はい、こんな感じで層になってます。本当は冷蔵庫とかに入れて保存してほしいんですけれども、この大きなものがですね、冷蔵庫には多分入らないと思いますんで、風通しの良い涼しいところですねに、置いて毎日ちょっと確認しながら、中身ちょっと振ったりしながらつけていってもらいたいなと思います。はい、1日経った状態がこちらになります。冷凍した梅が解凍されて、緑色だった梅がちょっと黄色がかった感じになってます。あとですね、氷砂糖の方が少しずつ溶け始めているのが見えます。はい、2日目の状態です。だいぶ水分がこのラインまで、出てきてますんで、少しずつ溶け始めてるかなという段階です。はい、つけてから1週間経ちました。だいぶ水分が出てですね、氷砂糖の方ももう少しで溶けきるかなっていうところです。梅の方もですね、シワシワになってるやつと全然エキスが出てなくてまだパンパンにまん丸の状態のものとですね、2種類に分かれてきました。あともうちょいですね、この氷砂糖溶けきれば完成なので、溶けきるようにですね、ちょっとこまめにこうやって回してですね、かき混ぜながらシロップの方をちょっと育てるイメージでですね、もうちょっとの辛抱かなと思いますので、氷砂糖溶けきるまで、つけていきます。はい、つけ始めてから10日目で、氷砂糖の方すべて溶け終わりましたんで、これで梅シロップの方完成になります。完成したらですね、氷砂糖溶けきったら必ず梅とシロップの方ですね、取り分けてください。シロップの方から、梅の方を取り出していきます。つけたままにしておくと梅の方から、苦味が出てきちゃいますんで、必ずですね、梅の方は取り出してください。まだ、シワシワになってない部分もあるんですが、これ以上つけてても苦味が出るだけ、シワシワにはもうならないので、取り出していきます。簡単にですね、ボウルとザルを用意してもらって、ここにですね、漬け終わったシロップの方を入れていきます。
取り出した梅の方はですね、ペットジップロックとかで、保存しておくとですね、梅ジュースとかサイダーで割った時とかにですね、トッピングとして、飾りとして、使えますんで、何個かはこのジップロックに入れて、保存しておくと便利かと思います。シロップの保存は冷蔵庫で、行いますんで、ちょっとこのスリムな形の、これダイソー100均で、買ってきました 1.4 リッターのボトルですね。こちらの方にですね入れて、冷蔵庫で保存をしていきます。だいたい 1,2 週間ぐらいで飲み切ってほしいんですが、それ以上かかる場合はですね、一回煮沸の方をしてほしいんですね。ただ煮沸といっても沸騰させちゃうと、これ原料が水飴なので、水飴じゃない、氷砂糖なので、飴みたいになっちゃいますんで、沸騰する手前まで、加熱してもらって、消毒していくっていう形になります。はい、ちょうど 1.4 リッターのボトル、ちょうど9分目ぐらいで終わりましたんで、よいしょ、蓋をして、シールを剥がして、梅のなんとなく緑色の色がついてます。これで梅シロップの方、完成になります。はい、では炭酸水で割って、飲んでみましょう。まず氷をですね、グラスに入れまして、そこにシロップを注いでいきます。希釈のカルピスのヨーヨーですね、入れてやって、炭酸水で割って飲んでいきます。炭酸水を入れた途端にすごい梅の香りが広がってきました。軽く混ぜてやって、残しておいた、梅ですね、これトッピングで入れてやります。いやー、これめちゃめちゃうまそうだ。では、10日かかりました梅シロップ、これ炭酸割りで飲んでみます。めちゃくちゃうまい。これはめちゃくちゃうまい。もう梅が売ってるこの時期しかこれ飲めないんで、もうぜひとも作って、飲んでもらいたいと思います。今回はですね、僕は元八百屋さんであるので、八百屋が教える梅シロップの作り方伝授していきました。ぜひともですね、今青梅がある時期に作っていただきたいと思います。